皆さん、アンニョンハセヨ。今日のレッスンでは、韓国語の助詞についてレッスンしたいと思います。助詞とは、私は、私が、私を、などの名詞の後につけるものです。韓国語は日本語と同じで助詞のある言語です。ですので、日本人からしたら、韓国語の助詞を覚えることは他の外国人よりも簡単なはずなんですが、苦手な人が多くいます。それは助詞を個別に覚えてしまってるからややこしくなってしまってるんです。このレッスンでは助詞をまとめて一気にわかりやすく解説していきます。また、助詞は日本語にもあるようにたくさんあるので、動画を基礎編、応用編の2つに分けてレッスンしていきます。この2つの動画をマスターすれば日常会話はもちろん試験対策にも効果的です。この1つ目の助詞基礎編では以下の9つをまとめてレッスンしていきます。応用編は次の動画にアップされてますのでそちらをご覧ください。それでは早速レッスンに入っていきましょう。助詞というのは文法用語の一つで、言語によっては助詞がない外国語があります。例えば英語を見てみましょう。I love you。日本語にすると、私はあなたを愛していますとなりますよね。では、私はのはどこにありますか？また、あなたをのをは英語のどれに当てはまりますか？ないですよね。すなわち、英語には助詞がないということがわかります。その言語にない文法というのは理解が難しいんです。ですので、日本語と英語は文法が多く異なるので、日本人の皆さんは英語が苦手な人が多いですよね。それが原因の一つでもあります。でも大丈夫。韓国語には日本語と同じように助詞があるので、すごく理解しやすい文法です。では、早速見ていきましょう。まず最初の助詞は、ほにゃららは、ほにゃららが、ほにゃららをの3つをまとめて解説します。韓国語は名詞の最後の文字にパッチムがあるのかないのかで助詞が2種類に変化します。どれがパッチムかわからない人は前の動画のハングル編を見て、まずはハングル文字を読めるようにしましょう。例えば皆さんは엄마と聞いたことがありますか？そう、お母さんという意味です。これは最後の文字にパッチムがないですよね。ですのでパッチムがない時にはほにゃららはなら는、ほにゃららがならが、ほにゃららをならるるをつけてあげます。また、ヒョンはどうですか？これはお兄さんという意味ですが、これは文字にパッチムがありますよね。その時は、ほにゃららはならん、ほにゃららがならい、ほにゃららをならうるをつけてあげることで簡単に助詞を使いこなせます。では、パッチムがない時とある時を例文を使って見ていきましょう。パッチムがない時、ほにゃららは엄마는 말했어요。お母さんは話しました。ほにゃららが엄마가 말했어요。お母さんが話しました。ほにゃららを엄마를 소개했어요。お母さんを紹介しました。パッチムがあるときは、ほにゃららは형은 말했어요。お兄さんは話しました。ほにゃららが형이 말했어요。お兄さんが話しました。ほにゃららを형을 소개했어요。お兄さんを紹介しました。どうですか？韓国語の助詞は簡単でしょ？パッチムがあるかないかだけを判断してつけていけば OK なんです。あれ簡単じゃないって思った人、徐々に複雑になってきますので注意して聞いてくださいね。次もまだ簡単な2つです。ほにゃららもを見ていきましょう。ほにゃららもは韓国語ではどうと言います。これはパッチムのありなしに関わらずどうを名詞の後につければ完成します。例えば、お兄さんもと言いたいときは、オッパードとつければ大丈夫です。例文で見てみると、オッパード말했어요となります。
どんどん行きましょう。次は、ほにゃららのを見ていきましょう。これは所有格の助詞で、私の、日本の、などの所有を表すときに使います。このほにゃららのは、韓国語ではういと書きますが、読むときはえと読むルールがあるので注意が必要です。これも例文を使って見ていきましょう。例えば、私の友達、나의 친구、日本の友達、일본의 친구。このように使っていきます。では、次からは皆さんが苦手なところに入っていきます。1回では理解できないところですので、何度も動画を見直して丁寧に覚えていってください。では行ってみましょう。皆さんは、ほにゃららという助詞を知ってますか？ハゴとかランなどは少し勉強した人は知ってるかもしれません。でもこのほにゃららとはなかなか奥が深く、さらに4つの種類があります。全部わかりやすく説明していきますので、この機会に一気に覚えてしまいましょう。では、ほにゃららとは韓国語で1番ハゴ、2番ラン、3番ワ、4番ゴアのこの4つがあります。1番のハゴは名詞の最後の文字にパッチムがあってもなくてもいつでも使える助詞です。2番のランは名詞の最後の文字にパッチムがなければラン、パッチムがあればイランをつけていくタイプの助詞です。パッチムがあるのかないのかを判断して使い分けていきましょう。そして3番目はパッチムがない時に使う助詞で、4番目はパッチムがある時に使う助詞になります。どうですか？最初は簡単だったのにややこしくなってきたでしょ？では例文を使って理解していきましょう。まずはパッチムのない時です。1番엄마하고 말했어요。 2番엄마랑 말했어요。 3番엄마와 말했어요。 4番엄마과 말했어요。 この4番の과は文法的には間違いです。과はパッチムがない時には使えなかったんですよね。では最後にパッチムがある時です。1番사장님하고 말했어요。 2番사장님이랑 말했어요。 3番사장님과 말했어요。 この3番は文法的に間違いです。パッチムがある時には와は使えなかったですよね。そして最後に4番사장님과 말했어요。 少し複雑ですが理解できますよね。ではここで生徒さんからよくある質問を紹介したいと思います。この4種類のほにゃららとは全部覚えないとダメですか？という質問です。正解は全部覚える必要があります。でも簡単に覚える方法もあります。気づいた人がいると思いますが、ハゴはパッチムがあってもなくてもどちらにも使える助詞なんで、面倒な人はハゴだけ使っていれば問題ないです。ただ、韓国の人はこの4種類を全て使ってくるので、相手の韓国語を理解するときには必要になってきます。また、資格試験などのテストでは選択肢にわーとごーしかない問題などもあるので、試験などを受ける人はしっかり使い分けができないとテストの時に慌ててしまいそうですね。さあ、そろそろ疲れてきたんじゃないですか？日本語と韓国語の文法は似てると言いますが、違いもたくさんあるので、しっかり覚えていかないと変な韓国語になってしまいます。助詞を使えると聞きやすい綺麗な韓国語になりますので、最初のうちからしっかり頭に入れていきましょう。それでは最後のパートです。最後もなかなか手強い内容ですので、しっかり聞いててくださいね。最後は、ほにゃららにを解説していきます。簡単そうじゃないと思うんですが、実はそんなに甘くありません。日本語の場合で考えてみると、7番目の助詞のどこどこにの場所の時、8番目の誰々にの人の時にあるように、場所だろうが人だろうが、日本語は区別なくほにゃららにを使ってますよね。ですが、韓国語は違います。場所に使う時と人に使う時で使い分けが必要になります。まず場所の時に使う時のほにゃららには韓国語ではとなります。
そして人の時に使う時の誰々には韓国語では判定、エゲのどちらかを使います。では例文を使って見ていきましょう。場所の場合、東京へ帰よ。東京に行きます。人の場合、친구한테 줘요。友達にあげます。このように使い分けていきます。確かに日本語と韓国語は文法が似ているんですが、異なるところも多いので、違いをしっかり覚えていきましょう。さらに、この場所のどこどこにを勉強すると、よく質問を受けるのが、じゃあ、どこどこへはどうなるんですかという質問です。この際なんで、簡単に解説して終わりにしたいと思います。どこどこにも、どこどこへも、特に違いってないですよね。例えば、東京に行く、東京へ行く。韓国語では、どこどこには、へとなり、どこどこへは、ろとなります。7番目のへの方は先ほど勉強しましたので、最後の9番目のろの使い方を説明します。まず前提として、このカッコうというのは、前の文字にパッチムがあったら、カッコを外して、うを出してあげてくださいね、という合図です。では、例文も見ておきましょう。パッチムがない場合、大阪로 가요。大阪へ行きます。パッチムがある場合、집으로 가요。家へ行きます。えも、ろも、特に意味合いの違いはないので、使いやすい方を使ってみてください。少し長くなりましたが、これで助詞の基礎編を終わりにしたいと思います。助詞はたくさんあるので覚えるのが大変ですが、助詞を使えることできれくて聞きやすい韓国語になりますし、資格試験などではよく問題に出されるところです。頑張って勉強してください。また、この動画が良かったらグッドボタン、またはコメントなどよろしくお願いします。動画制作のモチベーションになりますし、皆さんがどんな動画を見たいのかも知りたいと考えてます。何かやってほしい内容があればどんどんコメントください。次の動画の助詞応用編では、今回説明しきれなかった残りの助詞を勉強していきます。この助詞の基礎応用編で日常会話や資格試験に必須の助詞が完全にマスターできますので、何度も見て勉強に役立ててください。それでは次のレッスンでお会いしましょう。